6人目の予定はありますか？6人目の予定ね。こんにちは、とうこママです。今日は YouTube 登録者10万人企画 Q&A をやっていきます。 YouTube や Instagram でたくさんの質問をお寄せいただきありがとうございました。ゆっくりとお酒でも飲みながら質問に答えていこうと思います。お酒にはやっぱり美味しいおつまみですよね。簡単に作れるおつまみ4品を作っていきます。最後までぜひご覧ください。最初に作るのは長ネギのマリネ。オリーブオイルでじっくりとネギを焼いていきます。そこに塩を1つまみ、鶏の手羽中はハニーマスタード焼きにしていきましょう。長ネギがいい色に焼けました。このままでも十分美味しいですが、今日はマリネにします。使うのは簡単酢。酢に塩や砂糖などが調合されているので、これをかけるだけ。本当に簡単です。手羽中に塩をして揉み込んでおきます。皮面からフライパンで焼いていきましょう。手羽中を焼いている間に冷蔵庫で余っていたキャベツでもう一品。キャベツのアンチョビ炒めを作ります。手羽中もいい色に焼けてきました。キャベツはよく水切りをしてから使います。使うのはニンニクとアンチョビペースト。ニンニクはみじん切りにします。アンチョビとはカタクチイワシを塩漬けしてから発酵・熟成させたものです。今日はペースト状のものを使います。オリーブオイルを入れたフライパンでニンニクを弱火で炒めて香りを出します。そこに加えるのはアンチョビペースト。この組み合わせは最高です。お酒が進むこと間違いなし。ここにキャベツを加えて炒めます。塩を少し。白ワインで蒸します。キャベツのアンチョビ炒め、たまにはこんなおつまみもいいですよね。
手羽中もいい色に焼き上がりました。使う調味料はこの3つ。粒マスタードはいつもいい働きをしてくれます。お酢、固まってしまった蜂蜜は料理に使います。あとは和えるだけ。鶏手羽中のハニーマスタード焼き、おつまみにもぴったりですが、子どもたちのお弁当にもよく入っています。手が止まらなくなる美味しさです。最後にもう一品、スティックきゅうりは切るだけ。ディップするのは甜麺醤、中華料理に使う甘味噌です。きゅうりとの相性はバッチリ。長ネギのマリネもそろそろ味が馴染んだので盛り付けます。とろっととろける長ネギが癖になる美味しさです。簡単にできるおつまみを全部で4品作りました。お酒が進むこと間違いなし。今日はいつも仕事でお世話になっているかよちゃんと一緒に飲む約束をしています。こんばんは。お、いらっしゃい。お邪魔し作ったの。すごい。そう、お母さん喜ぶかなと思って。おいしそうです。ねえ、今日楽しく飲もうね。はい。じゃあ乾杯しますか。はい。お疲れ様。お疲れ様です。もう楽しみにしてたの今私も楽しみにしてました。日。乾杯。お疲れ様。いつもありがとうね。はい、美味しい。お疲れ様です。ありがとうございます。食べようか。食べて。はいいただきます。いいね、なんか子供いない時飲むって最高。最高って書いてさ。すごい。皆さん、本当に。いただきます。ねえ。どうどう。美味しい。それさ、酢につけただけなの。これ。食べたい。ね、簡単だが。美味しい。こんな居酒屋いいですよ。こんな居酒屋。嬉しい。今日は居酒屋に変身しました。まあいつもは子供食堂だけど。子供食堂。そう、子供食堂だよ。美味しい。ちょうどいい。ちょうどいい。美味しい。これはいい。作ってぜひ。YouTube 登録者10万人企画ということで、今回 Q&A 質問コーナーをさせていただきます。いや、むちゃくちゃ緊張してます。10万人の動画をアップした時にコメント欄にたくさんのお祝いメッセージ、コメントありがとうございます。そこで質問を募集させていただきました。あとインスタグラムで募集させていただきました。たくさんの質問ありがとうございます。今日は頑張って答えていきます。その前にまず改めて自己紹介させていただきます。トーコママです。いつも見てくださってありがとうございます。子供5人いまして、上から10歳、8歳、7歳、6歳、3歳の5人の子供を育てています。YouTube をしながら料理講師として働いています。今日質問してくれるのはいつもお仕事サポートしてくれているかよちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。で、あとキッチングッズの質問もいっぱい来たんですけれども、それは別でまとめて今度キッチンツアーの動画を作ろうかなと思っています。はい、ではよろしくお願いします。はい。トーコママは何歳ですか
39歳です。何歳で1人目を出産しましたか？28歳で1人目出産しました。子供を5人産んだ感想は？毎日楽しい。すごい楽しい。最初から5人の子供を計画していましたか？たくさん欲しいなとは思ってました。6人目の予定はありますか？6人目の予定ね、年齢も年齢だからわかんないけど、授かり物だからわからないけれど、子供は可愛いなと思います。お子さんがたくさんいてよかったことはありますか？それぞれの成長、5人それぞれの成長を見れるのがすごく面白いです。それぞれのお子さんの習い事は何をしていますか？一番上の子がお菓子教室とスイミングでしょ。で、2人目の子がプログラミング、3人目の子がバイオリン、4人目の子がプール、5人目の子は何もしてません。習い事を習う、やめるの判断はどうしていますか？これ難しいね。ちっちゃい頃ってどうしても親がこう習わせるっていうことがね多くて、子供が嫌だったらすぐにやめてます。小学生ぐらいになってくるとだんだんどういうことが得意かなっていうのが分かってきて始めるので、小学生ぐらいから始める習い事は本当に子供が好きなんだなっていうことを習わせてます。子供の写真の保管方法はどうしていますか？困るねこれね。クラウドで保管しているのと、アレクサがあってモニターがあって、Amazon フォトで子供の写真が表示されるので、子供たちみんなでこうだったねみたいな感じで見てます。子供たちのお手伝いハラハラしませんか？するね、する。4、5歳までかな。そこの期間が一番大変だけど、そこを過ぎると小学生ぐらいになったら戦力になるから、そういう日が来るんだなと思って頑張って付き合ってます。子供たちにイライラした時、私はすぐカッとなって怒ってしまいます。トーコママもありますか？イライラするよ。だってさ、人間だもん。そうだからいいんだよ。人間だもん、カッとしたって怒ったってね。それがお母さんですよ。子育てで大切にしていることは何ですか？子育てで大切にしていることは、本当にそれぞれ子供によって違うから、その良さを引き出してあげる。だから嫌いなことはさせずに好きなことを伸ばしていくことが大事かなと思ってやってます。トーコママは何人兄弟ですか？私は3人兄弟の真ん中、主人は4人兄弟の一番上です。パパは単身赴任ですか？パパね、うちいます。仕事がね、すごい朝から晩まで仕事行ってて、なかなか家に帰ってこないのと、あとあんまりカメラには映りたくないみたいです。パパの仕事は何ですか？金属を売ってる営業マン。ママの仕事は何ですか？ママの仕事は料理の先生をしてます。パパとママの家事、育児の役割分担はどうしていますか？私は基本料理を作って、パパがいない間子供のお世話をしたり、パパは洗濯物担当でしょ。あとは三女の保育園の用意、最近は掃除と片付けもやってくれるようになりました。パパとママの馴れ初めは？大学の同級生です。オーケストラをやってたんですけど、パパがチェロをやって、私がファゴットを吹いてます。結婚記念日はどう過ごしていますか？結婚記念日2人で過ごせるように祝日にしたんですよ。そしたら祝日みんな子供がいるから全然2人きりの時間が取れなくて、結局平日にパパが仕事を休んでくれる日を作ってくれて、2人で少し出かけたりとかしてます。すごい。パパは料理をしますか？パパね、しません。今後パパが YouTube に登場することはありますか？多分ね、ないです。1日ルーティンやってほしいです。頑張ります。一日で頑張ります。いつも何時に寝ていますか？寝かしつけはどうしていますか？いつもね、9時頃に寝てます。寝かしつけはね、一番下の子だけ寝かしつけをしてて、3歳の子で、小学生とかはもう一人でねみんな寝ちゃうんですけど、私が寝かしつけしたり、あとはパパが寝かしつけをしてくれてます。1ヶ月の食費を教えてください。お米代を入れたらいくらかかりますか？すごくかかってます。1ヶ月10万は超えてます。で、お米は実家からいただいてるので、お米代なしで10万以上、13万未満ぐらいかな、このぐらいです。普段の食品の買い物の頻度を教えてください。今までは 2,3 日おきに行ってまとめ買い、1週間とかまとめ買いしてたんだけど、最近はあれが作りたいとか、
これが作りたいとか、あとは仕事柄試作とかがあるから毎日行ってます。最近は冷蔵庫の中身を YouTube でやってほしいです。冷蔵庫、いやー大変なことになってます。できればやりたいです。生協はどちらを利用してますか？コープと生活クラブ2つやってて、コープは日用品と、あとはメインで重たいもので、生活クラブは調味料、パン、卵を買ってます。常備している野菜はありますか？作り置きはしますか？玉ねぎとかぐらいで、基本作り置きはしないです。作ってすぐ食べるのがやっぱり一番美味しいかなと思って外食やテイクアウトはしますか？します。疲れた時は外食でもお金がかかるからなるべくしないようにお家で作るようにはしてって、テイクアウトはあんまりしないです。節約術を教えてください。節約するよりも夫婦それぞれでしっかり稼ぐことを大切にしてます。教育資金の出費の嵐で違う面で悲鳴を上げています。教育資金は貯めていますか？お金かかるよね。むっちゃかかる。貯めてます。NISA とかやってます。ちゃんとね、真面目に。洋服はどこで買いますか？ほとんどユニクロです。いつもトウコママが着ているエプロンが可愛いです。あ、嬉しい。そうですか？最近ちょっとエプロン変えて、お家をこれ何色か持ってます。自然素材で可愛いので、楽天ルーム見てください。お部屋作りについてトウコママのスペースはありますか？ないです。キッチンが私のスペースかな。料理はどこで覚えましたか？ずっと独学でやってました。で、それで子供に出してたんですけれども、やっぱりそろそろ習おうかなっていうことで料理教室に行き始めて、すぐに料理って学ぶものなんだなと思って、すごい勉強して料理の先生になろうと思って、今は料理の先生やってます。毎日のメニューはどうやって決めていますか？スーパー行ってその時のお買い得品、肉、魚でいいものがあったらそれをメインに考える時もあるし、最近は常にこうアンテナを張ってるから、あれが作りたい、これが作りたいと思ってスーパーに行って買い出しすることが多いです。今日は何も作りたくない、できないっていう時、食事はどうしていますか？ある。そういう時はうどんです。うどん茹でるだけ。夕飯を作る時間はどのくらいかかりますか？いつも6時ぐらいから作ってて、さっと作れば40分で4、5品ぐらいはできるけれど、子供たちがわちゃわちゃしてたり洗い物が多かったりすると、やっぱり1時間ぐらいかかっちゃう時もあります。大変ですよね。大変、本当に大変。手際よく料理を進めるコツは？これは最初に何を作るか全部頭の中で考えて、コンロが2つなのでそれをうまくやっていくのを頭の中で計画練ってやってます。お菓子作りは得意ですか？お菓子ね、作りたいんだけどなかなか時間がなくて、簡単に作れるちょっとしたデザートは得意です。この間水羊羹を作ったらすごい子供たちが喜んでくれました。子供たちの好きな食べ物は何ですか？これね、聞きました。唐揚げ、春雨サラダ、おでん、あとはポテトも好きって言ってた。子供たちの好き嫌いはどうしていますか？子供たちの好き嫌いはほっとく。嫌いなものをこう刻んでまで食べさせようとしないし、食べなかったら食べなかったでいいかなっていう感じで、大きくなったらそのうち味覚変わって食べるようになるし、嫌いなものも食卓に出してこうどうぞどうぞってやってると、そのうちパクッと食べて、あれお母さんこれ美味しいみたいなことをね言うことがあって、そしたらしめしめっていう感じで見てます。一番の得意料理は何ですか？一番の得意料理なんだろう。唐揚げ？絶対美味しいと思う。トウコママの元気の源は何ですか？なんだろう。好きなことしかしてないと思う。嫌いなことはほとんどしない。だから毎日楽しいです。お酒が好きそうですが、お酒の中でも何が好きですか？ビールかな。あとは本当おじさんみたいなんだけど、焼酎の水割りとかソーダ割り、あと梅割りみたいなのを飲みます。お料理は独身の頃から得意でしたか？独身の頃は遊んでたからそんなに料理してません。YouTuber になる前はどんな仕事をしていたんですか？食品会社で働いてました。製造をしてて、品質管理とかそれ以外のこともいろいろやってました。子育てに仕事に追われる日々だと思いますが、どんな時が一日になりますか？これは美味しいものを食べてビールを飲む夜の時間です。好きな家事、嫌いな家事を教えてください。好き
な家事はご飯作ることで、嫌いな家事は片付け掃除です。どうして YouTube を始めたのですか？結婚して仕事辞めて、でずっと専業主婦をして子供たちにご飯を作ってきたんですけど、5番目を出産して半年ぐらいして、もうそろそろ何か自分でできることはないかな、子育てとは違うことをやりたいなと思って始めたのが YouTube 配信です。 YouTube 最後のイルミネーションの画像がとても綺麗です。綺麗だよね。どこの映像ですか？あれは栃木県の足利フラワーパークのイルミネーションです。撮影・編集は誰がしていますか？撮影は私が一人でやってます。料理作りながら一眼レフカメラで撮影しながらやってます。編集は私がやることが多いですけど、今日来てくれてるかよちゃんに大変な時は助けてもらってます。料理講師になったきっかけは何ですか？料理講師になったのは料理教室で料理を学んだことがきっかけです。料理を作る人は多いんですけど、料理を学ぶ人っていうのはすごく少数派なのかなと思って。でも毎日のご飯ってほら大事なものだから、美味しいご飯が食べられるといいですよね。だからそういうご飯の作り方とかコツとかを伝えられる先生になりたいなと思って料理講師をやってます。また YouTube ライブで配信する予定はありますか？そう、最近 YouTube ライブを始めまして、以前は料理3品を1時間で教えるような配信をしてました。でこれからもやっていきたいなと思うんですけれども、日常の料理を作ってるライブをしてもいいかなと思って、そういう配信もしていきたいと思ってます。ぜひ見てください。トウコママの夢は何ですか？料理ってほらめんどくさい家事の中に位置づけられてることがあって、私掃除とか片付けはすごくめんどくさいんだけど、料理はこのめんどくさい家事に入れてほしくないなっていうところがあって、家でさ美味しい料理が食べれるとすごく幸せだから、食べることをね人生においてすごく幸せなことなので、そんな料理作りを楽しいものに変えられるようなお手伝いがねできればいいかなと思っています。なので普段 YouTube で配信してるのは私の料理を作ってる Vlog の中の日常の一部でしかなくて、家庭で役立つ料理の基本とかそういう料理のコツを教えられる料理教室を自分で開いていきたいなと思ってます。ということで52個の質問ありがとうございました。これからもひらり家のご飯をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとう。